いや、ほみんな息してる。息しかしてない時もあるです。今日は持ち物リストの作り方、紹介していきたいと思います。僕が実際に作っている持ち物リストを見せつつ、その意味だったり目的だったり効果だったり、そういうことについて話していきたいと思います。だいぶ暑い日が続いていますけど、皆さん元気にしてますか？僕は今日ね、走ってきたんですけど、また。で、今日も30度超えてて、31度とか2度だったんですよ。僕が走った時間ね。で、バテましたね、やっぱね、当然ね。で、この間、ちょっと前は、26度とか7度とかで、前回走った時ね、すごく快適だったんですよね。で、やっぱり湿度も結構影響していて、湿度が低ければ低いほど走りやすいなってことを感じます。で、ここで重要なのがやっぱり数字なんですよね。数字で見てるってことです。なんか今日バテるなって時にだいたい気温を見るともうね30度超えている。で、走った時に、だから自分の体感としてもう30度超えると自分はバテるんだって、走るのがもうきつくなるんだってことをもう覚えるわけです。だから大体その数字で判断をして、だったら今日日中に30度超えるのであれば、それを超えない時間帯はいつだろうと。で、朝何時だったら超えないとか、夕方何時過ぎたら超えないっていうのを自分で調べて、そのタイミングで走るとかね、そういう調整ができるようになります。で、この数で把握するっていうことが、この持ち物リストの話にもつながるんですけど、数で把握すると、つまりその自分が何個持っているかっていうことを数字で判断できるようになれば、自分の持ち物、最適な分量みたいなものが分かってきます。で、自分はこれくらいの持ち物だったら暮らせるんだとか、この持ち物の数をちょっと超えたら自分はちょっとストレスが溜まるとか、整理整頓に時間がかかるようになるんだみたいなものが、数字によって見えてくると。だからやっぱりその数をちゃんとつける、可視化するっていうのはまずそういう目的があるっていうことですね。でもこれよくよく考えてみれば本当に馬鹿げたことで、僕だからいつもちょっと冗談のように言ってますけど、持ち物を数えるってこと自体がもうそもそもね、ナンセンスなことなんですよ。もう自分の持ち物をそんな細かくね、数えてるやつがこの世界にどこにいるんだって、ここにいたんですけど、でも僕がインスパイアを受けたのはやっぱこれまでの、過去のレジェンドたちですね。のミニマリストたちがやっぱみんな数えていたからです。はい。ロブ・グリーンフィールド兄貴だったりとか、あとはアンドリュー・ハイド兄貴だったりとか、で、日本でもね、かなりエクストリームな方々何人かいますけど、で、あとは僕が一番影響を受けたクレイグっていうアメリカのエクストリームミニマリストですね。彼とかがやっぱりね、数えていたんですよ。で、やっぱ15個とか、で、時には25個とか24個とか。で、その持ち物が、じゃあ何をその人たちは持って生活をしているのかっていうのを全部調べて、つまりそのエクストリームミニマリストたちのデータを全部出せば、必ずその持ち物の中に、例えばその歯ブラシはあるなとか、髭剃りはあるなとかね、なんかそういうものが見えてくるんですよね。だからその何人かサンプルとして、そのこれまでのレジェンドたちのデータを全部取って、じゃあ生きるために必要なもの、人間が基本的に必要なものっていう、その中での最小構成を探るってことを、僕は実験的にこれまでやったり、してましたね。そういうことを経て今があるって感じなんですけど、だからとにかく馬鹿げたことなんだけど、その数えることによって新しい世界が見えてくると。で、数えるのは本当に大変なことです。だから、これまずは、その数えられる分量になるくらいまで減らしてから数えるっていうのが基本的なやり方ですね。だからもう、すごく物がたくさんあって、まだその物の減らし方とか整理もついてない状態で、よし、じゃあ持ち物リスト作ろうというふうにやっても、絶対挫折します。で、そのアメリカの、一企業がやってるような調査で、だいたい一人当たりね、の持ち物の平均の数が2万点とか、これアメリカのデータなんですけど、言われたりしていて、だからそれほど、持ち物っていうものは、ものすごくね、家の中にあるものを数えたら出てくると。じゃあ、いつから数えられるかってことなんですけど、だいたい僕の感覚的には、持ち物が200個以下ですね。200個以下ぐらいになったらようやく数えられるなっていう感じです。ただ、僕はもうそもそも面倒くさがり屋というか、もう面倒なことが嫌いな性格なんで、だからこういう何もない生活をしているんですけど、だから僕が数え始めたのは本当にもう100個以下になってからだと思いますね。で、一番最初でも数えた時は120とか130ぐらいあったのは覚えてます、なんとなく。YouTube とか始める全然前ですけど、ブログ書いてた時代ですね。
に、だいたいね、120とか130ぐらいでしたかね。で、大きく変わったのはやっぱりコロナ禍に入ってからですね、そこからそのエクストリームスタイルを取るようになって、一時期40個とか44個ぐらいまで減らして、で、今はちょっと数が増えて、で、今67個っていう感じになっています。で、そういう自分がリストを作ってるなんて言うとね、結構友達とかから最初ね、もう笑われてね、やべえなこいつみたいな感じになってましたけど、今ではね、もうそれが普通に自分の中でなっちゃったんで、リストをつけることによって自分の身軽さを確保してるって感じ。でやっぱり数えられるようになると、結局その数を増やしたくないっていう気持ちも働いたりするんで、もう僕の中ではもう100個以上になることは今後の人生においてないかなって思ってますね。だから大体60から70ぐらいの数字で、変動してるんですけど、多分100超えたらやばいなっていう感じに、やばいなというか、ちょっと自分の生活がガラリと変わるなみたいな感じになると思うんですけど、例えば68っていう今数字がある中で、これで2個増やしたら70になると。じゃあ70を超えて71とかになった時に、その10の位が変わることに耐えられないみたいな感じになって、じゃあ69個に保つために何かを手放そうっていう働きができたりとか、あとはいつも言ってるその1 in 1 out みたいな何か1個入れて1個を手放すっていうことも、やっぱりそのジャンルとかね、自分が持ってるものの種類とかが一覧で分かると、じゃあこの中で、例えばハイキングギアだったらハイキングギアの中で重複するものはないかとか、何か使い方の用途が被るものはないかとか、そういうものを探し出して、それを一つ減らせるっていう風になると。そうなると、持ち物がそれ以上増えないっていう効果があります。だからやっぱりそういうモチベーション的なところでも保てるし、で、あとはその買い物の記録とか、そういうところでもすごく役に立ちますね。例えば今年買ったものが何かっていうものが全部わかるし、で、その合計金額が分かったり、で、僕の場合は重さまでつけてるので、その重さも出たりします。で、それによってその前年の支出と比べて、今年はお金を使ってるからセーブしようみたいな働きが生まれたりとか、あとはその重さ数える理由としてはですね、これバックパッキングの中で、例えばハイキングとかに行くときに、その自分がのリストのね、アイテムを全部選択するだけで、ハイキングのパッキング重量を割り出すことができます。だから一個一個ね、中に入れて、これを重しで測るっていうか、測りで測るみたいなことがないんですよね。しなくていいんです。自分のもう機材の重量って決まってるんで、で、何を持っていくかを選ぶだけでそれで重量が出ると。で、それはハイキングだけではなくて、旅にも役に立ちます。やっぱりLCC とか飛行機とか大体その手荷物、機内に持ち込める重量が決まってるので、で、大体それで、現場で超えちゃうと、追加料金エクストラで、何かね、3000円とか4000円とか払わなくちゃいけなくなるんですよ。だから、その事前に分かる方がいいんで、そういう意味でも、重さをね、把握しておくっていうのは、わかりやすいですね。その旅がしやすくなったり、ハイキングもやりやすくなったりします。で、そういうふうに、リスト化する意味っていうのは、そういう意図があったりします。で、もう一つはですね、ちょっと一番重要なことなんですけど、リスト化することによって、自分が大切にしているものとか、大事にしているものが見えてきたりします。これ結構重要なポイントですね。だから、これからちょっといろいろね、カテゴリーの説明とか、ちょっとやりたいと思うんですけど、僕はそのカテゴリーごとに分けてるんですけど、例えばその持ち物リストを作って、カテゴリーを分けたときに、そのカテゴリーにあるアイテムが一番多いカテゴリーっていうのかな。一番アイテムが多いカテゴリーが、自分が力を入れている場所だっていうことが明確になるんですよね。だからその何をやりたいか分からないとか、これから何をして生きていったらいいか分かんないみたいな人は、自分の持ち物を見るだけでですね、自分がやりたい方向性だったりとか、本当はこれが好きだったんだなみたいなことに気づけたりします。つまり、その道具っていうか、自分がやりたいことの周辺の道具にお金をかけていたり、買い物をしていたりっていうところは多分そこ自分が一番その重視しているっていうか、力を入れていることだと思うんですよね。だから例えばファッションが好きな人であれば、当然その服の分量が多くなるだろうし、で、ゲームが好きな人であれば、そのゲームのソフトとかね、ハードとか、その周辺機器とか、そういうものが多くなるだろうし、で、あとはそのスポーツとかね、そういう体を動かす人が好きな人は、山道具だったり、スキー道具だったり、キャンプ道具だったりとか、結構僕はそっちに近いんですけど、アウトドア系のアイテムが増えたりしますよね。だからその自分がね、意外とこういうのが好きなんだな、みたいなものは持ち物に出るってことです。だからやっぱり持ち物を見たら大体その人がどういう人かっていうのはわかりますよね。で、これファッションでも同じですよね。こういう系統の人はこういう人だろうな、みたいなものが、なんとなく想像つくと思うんですけど、それの
ディティール版っていうか、詳細版みたいな感じですね。だから、これ結構面白いことで、だから持ち物リストをなんか書いて提出なんかさせたら、多分その人がどういう人生を送っていて、どういう生活をしていて、で、どういうことが好きで、で、どういうことを目指してるかみたいな、なんかそういうところまで持ち物から分析できそうな気がしますね。今だったら、例えばその自分の持ち物を、AI に突っ込んでね、クロードとかチャット GPT に突っ込んで、私は何が好きなのかを分析させるとかね。なんかそういう使い方もできます。だから結構その AI との対話において、やっぱり重要なのは、ちょっと話変わってくるんですけど、そのやっぱデータを渡すってことですよね。自分のデータを渡せば渡すほど、AI は正しい答えだったり、クリティカルな答えをフィードバックしてくれるようになると。だから今結構どれだけ情報を渡すかみたいなことが、これこの間のコアのね、僕のメンバーシップでも書いたことなんですけど、重要になっていて、で、その中の一つとしてリストがとても役に立つっていうことです。だから僕はちょっと応用編として自分の作ったリストをそのまま読み込ませて、じゃあ次に購入するアイテム、この服を買うときに、例えば候補が出てきたときに、この候補は自分が持ってるワードローブのラインナップに入れる価値があるか、あるいは入るか。で、入ったときに、それはファッションの自分のコーディネートを崩さずにうまくマッチさせられるかみたいなことを分析させたりします。だからこういう使い方ができるので、だからこれまではね、持ち物をリスト化するなんて結構馬鹿げたことだなっていうふうに思ってた感じですけど、やっぱり AI が出てきてから、それもちょっとね、また変わるような気がしますね。だから改めて僕はこのタイミングで、ちょっとその AI 的な活用法もあったので、一度ね、そのリストの作り方みたいなものをみんなに共有できたらなと思って、この動画回してます。はい、じゃあ説明はそんな感じで、これから実際に僕はどのようなリストを作っているかを見せたいと思います。こんな感じです。はい、Google のシートに作っていて、一番左側がカテゴリーというものを設けています。で、その横にあるのが、クワンティティですね。数ですね。そのアイテムを何個持っているか。同じものでも、例えば僕持ってるこの T シャツなんかは2枚持ってるんで、そういうものは2って入ってたりします。だから数字ですね。で、この数字を合算することによって自分の持ち物の合計が自動的に出るっていう風な仕組みです。で、その横にあるのがタイプです。はい。このタイプっていうのは、そのアイテムがどのようなものかっていうのを表すものですね。だから服であれば、ブランド名なんだけど、それがじゃあどういうタイプかっていうのがありますよね。だからそこには T シャツだったりとか、アンダーウェアだったりとか、ショーツだったりとか、レインジャケットだったり、そういう風な表記がタイプに書かれます。で、その隣には、ブランド。これはブランド名を入れる場所ですね。ヒアネスだったらヒアネスと。ノーブランドだったらノーブランド。DJI のカメラだったら DJI っていう風に入ります。で、その横にプロダクトですね。はい。プロダクトという列が入ります。で、このプロダクトは商品名ですね。はい。商品名になります。だからドライウール T シャツ。って感じでこれだったら入ると。で、iPhone だったら iPhone 15 Pro で、ちゃんとギガ数まで、容量まで入れると。そんな感じで商品名が入ると。で、その隣に書いてるのが、パーチェスデートですね。これ購入日です。はい、購入日。そのアイテムを購入した日をここに記入します。で、その隣に、あるのが current date っていう、実際の日付。今日って感じ。today って感じで。で、この購入日と今日の差額っていうか差によって自分が使ったアイテムの日数を出すことができます。だから例えばこのドライウール T シャツであれば、今これもう1110日って出てるんですけど、だからもうこれ3年間使ってるってことですね。で、その days の隣に、days used っていう列を作ってるんですけど、その隣に year ってね、年を入れてます。だからこれ自動計算の仕組みを作っていて、つまりその days によって、カウントするように、それを計算するようにして年に入れ替えるっていう。だからこれで言えばもう3年使ってるってことです。はい。で、これ1年差でね、ちょっと新しいものを入れて、最初もう1枚しか持ってなかったものを1年差で、2枚にしてるんで、だから1つは3年使っていて、1つは2年使っているって、そんな感じですね。いや、すごいだから持ってるんだよね、これね。ものすごいこの耐久性というか、全然壊れる気配もないし、首元もよれないし、そう考えるとものすごくね、1万2、3000円しますけど、全然
やっぱいいね。なんかファストファッションのああいう日本の大手みたいなところの T シャツ買うよりも快適で長く使えるっていう。この、だからまあ実験的なところでもあるわけですよ。だからその年数とかっていうのは実際にその自分が使っていく中で、しかも使用状況って人によって違うので、僕もほぼ毎日ぐらいこれ着るんで、冬もね、夏も。だから数少ないから毎日着るわけですけど、その中の毎日着た仕様でも3年間持ちますよと。そういうものを実証できると。もちろんメーカーさんもそういう耐久テストってたくさんしてると思うんですけど、やっぱりそれを自分で確かめてテストするっていうことは大きな意味があると。今後そのプロダクトを選ぶときに、やっぱりこの耐久性に勝てるものじゃないと使いたくないなとか、やっぱ思いますよね。で、この着心地と耐久性みたいなところをね、改めて考えたりもできるし、だからまあそういう意味でね、こう日数、そして年数っていうのを入れますね。で、その隣にあるのがweight ですね。重さを入れます。で、これまあ、重さは、なるべくなら、その公式のウェブサイトに書いている正式な重さで記入するっていうのがポイントです。はい。で、これまあ実際に測った重さと変わることがあるんですけど、でも大体そのエレクトロニクスというか、電子系の機器ですね、カメラとかマイクとかは、大体その重さが公式のウェブサイトに掲載されたりしてますので、その重さを記入すると。で、重さがないものに関しては、大体まあ、自分の適当にこう測って入れる時もあれば、なんか測る機会がある時はちゃんと測ってね、まとめてその時に測って記入したりしてますね。で、その隣が、purchase price ですね。これは購入金額です。はい。税込みの購入金額をここに記入します。で、これを入れておくことによって、まあ価格の比較ができたりとか、あとは自分の持ち物の合計金額が出たりします。で、これが面白くて、で、例えば僕だったら、これ今ちょっとスマホだから、合算を出すのがね、なかなか、ちょっと難しいんですけど、はい、合計金額がですね、68個の持ち物で276万円です。はい。で出ます。だから僕の持ち物はもう276万円で構成されていると。まあ、MacBook とか結構高額だったり、あとカメラとか、まあ、最近ギターとかもあるんで、割とこれはね、なかなかいってる数字なんじゃないかなと思うんですけど、家具とか入れたとしても320万ですね。だからまあ持ち物少ないんで、これどういうことかというと、まあ、例えば、まあ、ありえないかもしれないけど、全部自分の持ち物が奪われたりします。盗まれたりとか、あとは地震とか災害で全部をなくしてホームレスになったとします。そしたら、その時は270万円あれば、全部自分の持ち物を元通りにできるってことなんですよ。だからこれが分かってるのって結構ね、強いことだと思っていて、だから数字が分かると、まあ安心できますよね。まあ270万とりあえずあれば、今の生活はまた元に戻せるんだな。全く同じものを買えるんだなっていうね。で、もちろんその最低限の生活をするには全部買い戻す必要はないので、実際は270万円もかからないと思います。本当に最小限のものはもうこれに、入れられるものだけで、で、まあ大体ハイキングとか旅に出るような、まあいつも持ち歩いてるようなものになるんで、いらないんですよね。だからそういうふうに金額を出す意味っていうのは結構ね、面白くて、だから自分で作ってる人は実際にその合計金額とか出してみるとね、自分が全部身ぐるみ剥がされたとしても、いくらで復帰できるっていうのがね、わかるんで、それは強い安心感につながると思います。はい。で、その隣の列は、リリースプライスっていう感じで、まあ、売却した時に記入するようにしてますね。で、これまでまあ売却したものも行を隠して、消さずに記録するようにしていて、で、そこにその売値を書くことによって、まあ、買った時とのね、差額で、どれだけリセールバリューがあるかとか、そういうところを測る指標にもなるので、最初の頃は僕は結構積極的につけてたんですけど、もう最近はね、ほとんどその手放す機会がなかったりするんで、まあ人に譲ったりとか、なんかもうそのまま処分しちゃったりとかっていうのがあるんで、なんか売るってことがもうあんまりなくなってるんで、ここ使うことは少なくなってるんですけど、まあ一応ね、でも最初の頃はそのリセールバリューとかを調べるために、どれくらいで手放すことができたか、売れたかみたいなのを記入するようにしていました。で、一番最後の右側の列はメモですね。メモになってます。で、このメモの欄にはまあ書くの自由なんですけど、例えば僕の場合は、どこどこの古着屋で購入したとか、なんかそういうメモだったり、あとサイズのね、M でも良かったとかね、そういうことが書かれてたりします。だから多分 S を買っていて、で、S でちょっと多分サイズがちっちゃかったんでしょうね。だから M でも良かったっていうメモがあったりとか、で、その靴のサイズとかに関しても、7.5、US7.5 でも良さそうとか、なんかそういうメモが書いてあります。で、これを書くことによって、その次にね、そのものが壊れて、同じものを購入するときに、サイズの参考だったりとか、になりますね。だからこれはね、結構ね、大事です。で、やっぱりまあ自分しかわからないことが多いんで、気づいた時にちょっとメモしておくだけで、
ちょっとその道具に関して鋭くなれるというか、物を選ぶ力みたいなものが、この積み重ねによってついてきますんで、メモをね、うまく活用するっていうのがポイントですね。で、最後にカテゴリーなんですけど、カテゴリーは自分が好きなようにつけるっていうのがポイントで、僕はね、最初結構いろいろ分けてたんですけど、今かなり絞って6個にしてます。はい。6個のカテゴリーに全てを振り分けています。で、そのカテゴリーは何かというと、まずクローディング、服ですね。衣類。で、エレクトロニクス。で、これは電子系のもの。で、ハイキングっていうカテゴリー。これはハイキングギアですね。で、エッセンシャルズっていう。で、これ日用品っていうか必須アイテムみたいな感じ、自分にとって。で、トイレタリーズっていう。これは衛生用品みたいなものですね。歯ブラシとか、そういうものですね。で、最後、ホームっていうホームカテゴリーですね。で、ホームカテゴリーは、家の中に置いているもの、家具とか、そういうものですね。持ち運びができないもの。冷蔵庫とか、今だったら。で、あとはフライパンだったりとか、そういうものもそこに入っています。で、結構難しいのが、クッカーとか、僕結構その山のものを家で使ったりとか、家のものを山で使ったりしてるので、ちょっとね、曖昧なものがあるんですけど、クッカーに関してはハイキングギアに入れてます。だからキッチン用品だから本当はホームに入りそうなものだけど、基本的に山に持っていくので、クッカーはハイキング道具に入っているっていう風な、そういう風な分け方になっていますね。で、最初に話したように、このカテゴリーを見極めて自分で少なくして、やることによって、自分はどのカテゴリーに注力しているか、重きを置いているのかっていうのがわかるので、自分の方向性とか好きなものが見えてきやすくなったりします。はい、ということで今日はざっくりですが、僕の持ち物リストの作り方について、説明をしてきました。自分の持ち物の全リストはウェブサイトにあるのでそちらから見てみてください。はい。で、今回実際にこの僕が使っているシートをですね、メンバーシップの特典として、僕のコアのメンバーの方に共有したいと思います。だから、これから入る人にももちろん、渡せるので、なので、もしね、メンバーシップ興味がある方は、そちらもね、チェックしてみてください。実際に使っているものを共有するので、それを自分流にアレンジして、自分のリストを作るっていうワークができるようにしたいと思います。で、概要欄よりチェックしてみてください。でちょっといつまでやるかはわかんないんですけど、この動画を出してからしばらくは、つけようと思うので、検討している方はね、そちらもね、チェックしてみてください。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。